あれかからない。あれぴょうさん、JAF ですね。どうも、クピオです。今日なんですけど、キャンピングカー交換します。こちらは自分が所有しているトヨタカムロードベースキャブコン13年落ちのバンテックジル520です。友達も10年落ちのキャンピングカーを持っています。ベース車両は自分がとても興味のあるハイエースベースです。カムロードベースキャンピングカーオーナーの永遠の疑問、ハイエースの快適な乗り心地を取るか、カムロードのこの快適な車内の空間を取るか、今日自分で体感してその疑問に終止符を打ちます。ちなみに自分のキャンピングカーは足回り強化しています。その友達なんですけど、同じ YouTube で車中系の配信している旅する家の物語さんです。キャンピングカーのベース車両はハイエーススーパーロングなので、ほとんどこのジル520と同じです。比較するにはもってこいです。走行面ではキャンピングカーの大敵ロールコーナリング時の傾きですね。それと風の煽り、直進安定性、ふらつきないか、カムロードと比べて数値化してお伝えします。はい、こちらがハイエースベースのキャンピングカー加藤モーターの DD です。このバンクの張り出しすごい特徴的ですね。これキャブコンっぽいんですけどバンコンだそうです。このルーフ、ここまではバンコン本来のボディを使っています。で、屋根を仮装されています。このボディサイドにあるデカールのラインが特徴的ですね。こちらのキャンピングカーはガソリンの4駆でした。で、足回り見たら強化されていました。サイズなんですけど、まずこの横幅全幅が 2050mm です。自分の持ってるジル520が 2060mm なんで1センチこちらの方が短いですね。車の長さなんですけど 5380mm、 ジル520が 5290mm なんで長さは DD の方が9センチ長いようです。高さは 2900mm、 ジルは 2940mm です。なのでもうほとんどカムロードベースキャンピングカーとサイズが同じです。もう比較するにはもってこいの車ですね。それでは車内入ってみます。いやー、いいですね。まずね、これ天井めちゃくちゃ高いです。身長170センチの自分がこうやって手伸ばしてもギリギリつくぐらいです。ここ本来は屋根あるんですけど切って仮装されています。すごい広大なスペースが生まれています。そしてこの木目調の家具、すごい雰囲気いいですよね。化粧板とかではなくてもう本当の木使われています。なんかもうずっとここにいたくなる、そんな居心地の良さを感じます。一番後ろのこのリアベッド、ダブルベッドなんですごい広いです。その上に家庭用エアコンが装備されています。自分の車中アイテムはこの木のボックスの中に置いて、このリアベッドの横に置いてるんですけど、それでも全然人がまた寝られるスペースがあります。高さもちょうどいいんですよね。はしごもなくそのまま登れます。今日の夜ここで寝るのが楽しみです。ソファーなんですけど向かい合わせではなくて、この横の L 字型の逆 L 字っていうんですかね、そんなレイアウトのソファーになっています。このレイアウト憧れますよね。実際の使い勝手どうなんでしょうか。今回楽しみです。リアベッドとソファーの間にマルチルームもあります。そんなに広くないんですけど簡易トイレならなんとか置けそうです。そして入り口横にはギャレーがあります。キッチン、シンクで冷蔵庫もあります。電子レンジもありますね。10年落ちなんですけどなんか全然綺麗ですよね。バンクベッドや収納などまだまだいろんな装備あるんですが、あとは実際に旅しながら使って紹介します。それでは安全運転で行ってきます。まずは一般道を走行してスーパーで買い出しします。まず乗り出して思ったのが乗り心地すごいいいです。この路面のギャップですよね。ショックは結構あるんですけど、もう綺麗に衝撃を吸収してくれます。さっきまでカムロットベースのジル乗っていたんで、もう差が顕著に分かります。なんかジルだったらガタンガタンっていう感じでカクカクっていう感じになるんですけど、この DD は
ふんわりする感じです。もうほんと普通の乗用車という感じです。この街乗り機でのパワーなんですけど、この車ガソリンエンジン 2.7 リッターということで少しもっさり感はあります。やはりディーゼルエンジンに比べるとトルクがないので、アクセルをある程度踏み出さないともっさりというか少し鈍い感じはします。ただそれは自分の3リッターディーゼルエンジンと比べてなんで、もう街乗り機では全然問題ないパワーです。はい、スーパーあったんでここで買い出しします。はい、この段差ショックどうでしょうか。おー、やっぱすごいですね。全然ガタンガタンしません。いやー、やっぱり乗り心地全然違いますね。カムロードベースのキャンピングカーとこのハイエースベースのキャンピングカー、衝撃の種類が違うといった感じです。カムロードベースの衝撃が10とすると、この DD は5くらいです。もう半減といった感じですね。イメージなんですけど、カムロードがこう走ってきて段差があるとこのガタンガタンってなるんですけど、この DD の場合はこうゆっくりこう滑らかにいく感じですね。そんな感じの衝撃を体で感じました。これなら純正シートでも長距離旅行っても疲れないと思います。初めて駐車してみた感じなんですけど、なんとかこの横幅枠ですね、収まりました。こちら側がこんな感じで線の上ギリギリにして、反対側はこんな感じでほぼちょうどといった感じですね。で後ろはぴったしつけて、でこのぐらい空いてる感じになります。こういった大型スーパーなら端っこの方を止めとけば問題ないかなと思います。店の前や都市部などこういった感じで車がバーって止まってるところは気を使いますが、地方や郊外のこういったスーパーだったら気兼ねなく止められると思います。せっかく家庭用エアコンありますんで車内冷やしておきます。インバーターつけて、このキャンピングカーなんとリチウムバッテリー 1200A あります。すごいですね。現在残量 56% なんですけど、それでも 700A 近くあります。今日は気兼ねなく電気使えます。いただきます。ごちそうさまでした。リフレッシュできました。いやー DD いいですね。この少ない時間ですがもう一気にファンになりました。次キャンピングカー乗り換えるならハイエースベースですね。今回マルチルームはゴミ箱や収納として使用します。今日の車着スポット見つかりました。カーステイというアプリで予約完了しました。今現在岐阜県なんですけど、この近くに時寄り道温泉という場所があります。そこ車中泊できるようなので温泉入ってゆっくり楽しみます。はい、それでは安全運転で再出発します。またですね、下道でゆっくり走行します。現在約30キロで左折です。90度のコーナリングになります。素晴らしいですね。もう全然傾きません。もうほとんどロールしません。カムロードのキャンピングカーなら結構傾くんですよね。このベース車両のハイエースはスーパーロングということで、タイヤとタイヤの幅、トレッド幅も広いんで安定性ピカイチです。はい、またきつめのコーナリングなんですけど、やっぱりいいですね。これなら高速道路のジャンクションでもスムーズに曲がれると思います。高速道路を明日走行したいと思います。これは楽しみです。予約の手続き完了しました。
宿泊施設がこちらで、温泉がその横にあります。駐車場はここの一帯とあそこの建物の裏ですね。どちらでもいいようです。こちら側には少し飲食店があって、なんとスーパーもありました。お風呂入ってスーパーで食材買ってそのまま車中泊。なんて素晴らしい車中泊スポットなんでしょうか。2500円でした。トイレなんですけど、ここの宿泊施設ホテルのトイレを使用できます。ただ深夜になるとなんかドアが閉まるようなんで、ピンポンを押してドアを開けてもらって使用する感じになるそうです。ちょっと気使えますね。もう夜中は早く寝た方が良さそうです。ここホテルの裏側なんですけど、かなり静かな駐車場があります。ただこの辺は斜めっています。ここは結構平坦なんですけど、なんか大型車専用というコーン立てられてますんで、駐車できなくなっています。とりあえずこのホテルの前止めたんで、ここで様子見ます。駐車場輪止めありましたんで、ギリギリまで寄せました。で、自分気づかなかったんですけど、このリアの下側ですね、エアコンの室外機がありました。これ結構輪止めとギリギリだったんで、次から注意が必要だなと思いました。では車中泊の準備して早速温泉入ります。はい、これで車中泊のセッティング完了しました。この運転席の後ろからずっとフロントウィンドウを通って助手席の横側までカーテンレールありましたんで、簡単に目隠しできました。後ろもカーテンレールや、あとはシェードですね、こういったものがありますんで、一瞬で車中泊のセッティング完了できました。結構収納が多くて、この上部収納ですね、ここや後ろのベッドの上ですね、ここも収納になっています。で、入り口のドアのすぐ上、ここも収納ですね。で、ギャレの電子レンジの上も収納になっています。で、ここを倒すとバンクベッドが出現します。大人2人が眠れるスペースですね。で、ロックはこれを上に上げて、この金具を引いてロックします。そして DD の売りなんですけど、この助手席と運転席が反対側こっち向きの椅子になります。まずはレバーでこの助手席を倒します。次にこの椅子を一番前までスライドさせました。そして登場するのがこのマットです。これちょうど形状に合うようになっています。これすごいですよね。見事に椅子になりました。運転席側もやっておきます。うわ、すごいな。かなり広くなりました。これで1、2、3、4、5人ぐらいテーブルを囲えます。座ってみます。あ、悪くないですね。でしかもこの頭が自分身長170なんですけど、げ骨座って1個分ぐらいあります。で、こんな感じで斜めになってますんで、背中をくっつけるとかなり余裕があります。背もたれのこのリクライニングの位置っていうんですかね、これは調整できないんで、もうこの斜め固定になります。いやー、面白いですね。このハイエースを反対にして椅子にするやり方、知ってはいたんですけど、初めて体感できたんで、すごい嬉しいです。寝る前とかくつろぐのに良さそうです。お風呂入ってさっぱりしたら、後でこの空間でゆっくりくつろぎます。車中泊スポットのすぐ横が温泉って最高ですね。かなり車多いんで人気の温泉のようです。炭酸温泉、低温温泉、ミルキー温泉など全部入れないぐらいたくさんの温泉の種類がありました。また露天風呂は高台にありましたので、すっぱだかで岐阜県の夜景が見渡せます。まるで殿様気分でした。人気の理由がわかりますね。
いや、夜も雰囲気いいですね。ここの天井のライトなんですけど、旅江さんが自分で DIY で描いていました。おかげですごい明るいです。最初気づかなかったんですけど、 DD 入り口かなり工夫が施されています。この入り口すぐ横のドアですね。ここのスペースに傘立てがあります。これかなり便利ですよね。キャンピングカーって傘立てがないことが多くて、傘を置く場所困るんですよね。もともとここはハイエースのドアがあった場所なんですけど、このキャンピングカー用のドアに変わってますんで、少しスペースがあります。で、そこにうまく傘立てがあります。3本ぐらい置けそうです。傘立ての反対側なんですけど、こんな小スペースに靴が12344足も入ります。すごいですね。こう斜めに靴が入るようになってますんで、小スペースで、しかも車が動いていてもここから落ちることはありません。スペースで言ったら本当にちょっとのスペースなんですけど、こんなにも工夫やアイデアが詰め込まれています。よく見るとこのドアのすぐ横ですね、ここも隠し扉みたいなのあります。今日のご飯なんですけど、スーパーでサラダの惣菜と、あとはこの岐阜県ということで朴葉寿司、これ初めて見ました。それと八丁味噌、愛知県の名物ですね。豚ロース串カツ美味しそうだったんで買ってきました。こちらも電子レンジで簡単に温めます。そしてもう一つ、この炭火焼き鳥、これ自分めっちゃ好きなんですよね。こちらをフライパンでアルミホイル包んで温めます。ここにコンセントあるのすごい便利ですね。一旦電子レンジ使いますんで、エアコン切っておきます。このキャンピングカーのインバーターは 1500W なんで、電子レンジ使うと 1000W 超えますんで、エアコンと併用するとインバーターの容量を超えてしまうかもしれません。エアコン切るとすぐ熱くなりますね。早速つけます。車内に匂いがこもらないようにマックスファン回して換気しておきます。このマックスファン、なんと自動なんです。朴葉寿司、こんなんなんですね。なんか柿の葉寿司みたいな感じで、サーモンとタイとかそんな感じで1品だけかなと思ったんですけど、こんな感じでたくさん入ってました。美味しそうです。それではもうちょっとノンアルコールビールもいただきながらゆっくり味わいます。いただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱいになりました。はい、それでは匂いするものは防臭袋の中に入れて処分します。ここの L 字のソファーなんですけど、足伸ばして横になれます。運転席倒すとかなり広いですね。リアの常設ダブルベッドでくつろぐのもいいんですが、こっち側のメインのソファーでくつろぐの自分結構好きです。こっち側頭にするとちょうど光が当たらないんで、すごい暗くて落ち着きます。ここでくつろいでいるとすぐに寝落ちしそうです。寝落ち寸前でしたが、なんとか持ちこたえました。
歯磨きも済んだんで、もう寝る準備していきます。ちなみにこのシンクの給排水なんですけど、この下にあって、清水タンク24リッター、排水タンク24リッターありました。今日は敷きパッドとこのタオルケット持ってきました。こちらで眠ります。いやー、しかし広いですね。こういった食器などの荷物を置いてるんですけど、全然余裕あります。そしてまたここ少し出窓みたいな感じで出てるんで、さらに広くなっています。こちら側も広くなっています。これ何センチあるんでしょうか。測ってみます。ここの一番広いところ191センチあります。この窓から窓までが191センチです。かなり広いですね。そして横幅なんですけど140センチぐらいあります。ダブルベッドのサイズが横幅140センチで、長さが195センチから200センチなんで、もうほぼダブルベッドのサイズが実現しています。これはすごいですね。あ、この照明いいですね。で、ここを押すと消えます。バッテリーの残量は結構減りましたね。 36% になりました。ただでも 36% でも430アンペアアワーあります。すごい容量です。今日はつけっぱなしで寝てもいけそうです。マットは結構分厚いんで寝心地は良さそうです。自分身長170センチなんですけど、足をこうやって伸ばしても全然つきません。ただちょっと気になるのが、クーラーの静か域がこの下ら辺にあるんですけど、ちょっとやっぱ音聞こえますね。この辺が睡眠にどう影響出るか少し不安です。アップルウォッチで睡眠の質測っておきます。ちょっとこっちの頭の方が下になってますんで、向こう頭にします。いやー、しかしハイエースベースキャンピングカーいいですね。このスーパーロングの走行性能の高さ、びっくりしました。カムロードは小回りが効く代わりに直進安定性そんなに良くないんですよね。ハイエースがよく高速道路の追い越し車線で飛ばしているのを見る理由が分かりました。安定性が高いからなんですね。他のグレードのハイエースはまた違う感じの乗り心地なんですかね。一番コンパクトなナローハイエースとスーパーロング違い結構あるんですかね。一回乗って違いを体感してみたいです。しかしこの DD の車内の広さ、最初びっくりしました。この天井の高さでもバンコンに分類されるのは驚きます。ただカムロードと比べると気になる箇所も出てきました。明日考えまとめてお伝えします。カムロードベースかハイエースベースかどっちか選べって言われたら3年は悩みそうです。そんな妄想するのも楽しいです。明日は高速道路も走行します。100キロ区間あるので100キロ巡航してみますね。楽しみです。それではおやすみなさい。おはようございます。ぐっすり眠れました。横幅がすごい広かったんで家と変わらずぐっすり眠れました。というか家のベッドより快適でした。マットの底付き感もなく背中も痛くありません。というかこれ取れますね。収納になっています。こっち側も収納になっています。タビエさんの調理器具が入っています。こっち側はマットだけです。この手前は収納になってますね。ここは使い勝手良さそうですね。キッチンと近いんでマットを上げればキッチンの延長テーブルにもなって使いやすそうです。アプローチの睡眠の質なんですけど、この下の方が深い眠りで上の方が浅い眠りです。覚醒がもうほとんど朝方の2分しかありませんでした。なので深い睡眠快眠がずっと続いていました。エアコン一晩中つけていて現在のバッテリーの残量が 27%、 320アンペアアワーなんで寝る前と比べて 11%、 105アンペアアワー減りました。
寝る時だけエアコンを使用するなら約100アンペアアワーでいけるということなんで、このキャンピングカーは1200アンペアアワー入ってます。ということは理論上12時間充電せずにエアコンが使えることになります。災害時は活躍しそうですね。現在車内の温度、このテーブルですね、ここが 24.9 度で、外にある温度計が 35.4 度です。でリアベッドのところにも温度計を置いてきました。それが 27.9 度なんで、この下の方がちょっと温度高いですね。でこっち側にやっぱり風がよく来ているようです。エアコンの設定温度は一晩中26度にしていました。そして風量は自動です。あれ、なんかピピピピってすごい鳴っています。多分これですね。これインバーターのメーターパネルディスプレイなんですけど、ここのボルトが10ボルトで点滅しています。リチウムバッテリーの残量は 26% で312アンペアアワーなんで、まだ結構あるんですけどね。でももうインバーター側の電圧はかなり下がっているようなんで、残量がないとお知らせしています。いや、困りましたね。今から車内で朝食電気使って作って優雅に過ごそうと思ってたんですけど、これやばいですね。もうエアコン使えません。ちょっと原因がわかんないんで一旦エアコン切ります。これでこの警告音がなくなれば、あ、やっぱなくなりましたね。やっぱりもう電気がないようです。サブバッテリーのメーターパネルは残量があるように表示されてるんですけど、もしかしてこれ間違ってるかもしれません。再設定した方がいいかもしれません。まだこの辺は帰ってから田部井さんにお伝えしておきます。いやー、困ったな。このキャンピングカーソーラーパネルついてないんですよね。なんでも回復することはありません。走るしかありません。一旦インバーターも切っておきます。これでもう家電系、電子レンジ、エアコン、この AC コンセント IH も使えません。エアコン切ってまだ3分ぐらいなんですけど、もう車内がどんどん暑くなってくるのが分かります。これはここに入れないですね。朝ごはんなんですけど、幸いスーパーが横にありますんで、もしくはそこの食べ物屋さんですよね。何かあればそこでもう食べてきます。朝ごはん食べた後、高速道路で移動します。なのでそこでまた電気は少し回復すると思います。いや、今日も暑いです。まだ朝方なんですけど、もう気温は35度を超えてきました。ちょっと熱中症の心配あるんで、この折りたたみのコンパクトな日傘差します。あ、やっぱり日傘あったら全然違いますね。これからはもう男も日傘の時代ですね。最近の日傘すごくて、普通折りたたむ時これこう引くと思うんですけど、これもうワンタッチで折りたためます。これすごないですか？これでもう折りたたみ完了です。で、開く時もワンタッチで、閉じる時もワンタッチ。すごいですよね。これなら煩わしい日傘もまめに刺そうと思いますよね。昨日夜中に車がいない場所、端の方に移動しました。でも朝起きると周り車ないんですけど、隣に車が止まっていました。で DD はこの線ギリギリ前来てるんですけど、こっち側の軽自動車はこっち側に寄ってくれてるんで出ることはできましたが、もしこれギリギリ前寄していたらもう出ることできません。運転席から出ないといけません。この辺がやっぱり大きいキャンピングカーの悩みですね。一番端に止めたんで向こう側が出れなくてもこっち側は出れるんですけど、もし端じゃなかったらもう完全に出れません。こっち側も空いてますんでちょっと移動しときます。その前にご飯屋さん空いてるかチェックしておきます。あ、ここいっぱいありますね。なんか道の駅みたいな食材売ってます。そして喫茶店、ピザやカレー、サンドイッチやアイスなども売っています。じゃあここで DD 眺めながら朝食いただきます。では少し移動させておきます。
やっぱりカーテンタイプのシェードはすごい楽ですね。撤収とセッティングは一瞬で終わります。あれかからない。あれパーキングに入っていてサイドブレーキでフットブレーキも踏んで回しましたがエンジンがかかりません。なんでやろもしかしてバッテリー上がってます？なんでなんでしょうか。この後ろのサブバッテリーは残量がなくなったんですけどメインのバッテリーと関係ないんですけどね。もしかしてメインのバッテリーとつながっていてで電気を吸っちゃった感じなんですかね。ちょっと JAF 呼ぶ前にタビエさん近くにいてますんで聞いてみます。はい、今近くに寄ったタビエさん来てもらって見てもらってます。なんでなんでしょう。昨日ライトもちゃんと消していました。いやー困りましたね。どうでした？わかんないですか？はい、これがレノジの走行充電です。これが車のメインバッテリーからキャンピングカーのサブバッテリーに充電する機械なんですけど、もしかしてサブバッテリーからメインの方に逆充電できるかもしれません。ちょっと今タビエさんに調べてもらっています。自分の JIL520 にブースターケーブル積んどけばよかったです。でこのタビエさんの DD の方もブースターケーブルがないようです。やっぱり必要ですね。帰ったらすぐに買おうと思います。うわー困ったな。どうしよう。このまま動けません。このブレーカーがもしかしたら走行充電と切り離せるかもしれないんでメインバッテリーと一回切り離してみましょうか。あれ止まりましたね。関係ない。ちょっと止まりましたね音が。今オフにして鳴り終わったんですけどまたオンにしても鳴り収まったんでそこ関係なかった感じですかね。サブバッテリーからもこの音が鳴ってるんでもうサブバッテリーは残量がない警告音みたいな感じですかね。なんでメインバッテリーから電気を吸っちゃったんですかね。それがよくわからないですね。制御されてるはずなんですそうですよね。りょうさん JAF ですね。けどね。はい、大丈夫です。はい、安心はいたしました。はい、トヨタのハイエースです。トヨタハイエースベースのキャンピングカーということです。納車の時新しいバッテリーに変わってて昨日夜走行してで一晩止まっただけなんでなんか劣化ってことは考えにくいですよね。そうですね。はい、今 JAF 呼びました。もうタビエさんもすごいしょんぼりしちゃってなんか申し訳ないですね。JAF があと30分ぐらいで来るようです。ちょっと横の喫茶店でも行って待機しておきましょうか。そんな切ない顔せんといてください。僕おごりますんでなんでちょけないでください。ここがね喫茶店とか道の駅あるんでおごれますんで。ありがとうございます。あれいやすいませんなんかとんでもないことになってしまって。いやーすいませんでした。こんなこと初めてです。なんでなんですかね。もしかしたらもう施工の段階でそのサブバッテリー後ろのバッテリーからメインバッテリーこのサブバッテリーなくなったらメインバッテリーが吸い上げてるというか。なんですかね。じゃないとメインバッテリーが吸われるなんてことはありるんですかね。設定見ても問題なかったんですけどね。あ、JAF の方じゃないですかね。来ました。あ、じゃあ行きましょう。行きましょうか。はい、今 JAF さんが来て助手席下のメインバッテリーにブースターケーブルつけてエンジンを再始動してくれてます。はい、エンジンつきました。どうでしたか。もういけましたあれ悲しそうな顔してるなんとかエンジンがかかりました。はい。バッテリーは結局新しかったんですか。メインバッテリーは。メインの方は令和4年って言ってたんで3年ぐらい経ってるやつなんで。じゃあ結構古いですね。そうですね。もう変えてもいいかもしれないっていうタイミングなんで、それが下手ってたのかなっていう感じですけど。そのサブバッテリーからなぜ吸われたかっていうのがちょっと原因が特定できないから変えてもそこを特定しないとまた新品に変えてもねもし吸われていったらまたバッテリー上がっちゃうんで施工してもらったビルダーさんに状況を説明した方がいいかもしれないですね。そうですね。謎ですね。メインからサブに吸われちゃったっていうのが原因がちょっとわからないんですが、もしくはもう全然関係ないところでメインで何かしら使っていたかもっていう。ライトとか全部消してたんですけどね何かが
電流が流れてた可能性ありますね。とりあえずエンジンが無事かかってよかったです。でこのままですね1時間ぐらいアイドリングで充電しておかないといけません。せっかくなんで最後にこの肩モーター DD に乗ってみて自分のカムロードと比較して良かったところいまいちだったところお伝えします。この DD 車中泊してみて一言でまとめるとキャブコンに迫る快適性のバンコンといった感じでした。走行性能はカムロードと比べるとかなり快適でした。やはり車内はカムロードの方が一回り広い感じでした。外のサイズはカムロードとほとんど同じなんですけど DD の方が一回り小さく感じました。そして両方10年落ちのキャンピングカーなんですけどまだまだいけますね。車両によってはボロボロだったり下回りが錆びていたりするんですけどちゃんと車体を選べば10年落ちでも問題なく乗っていけます。それを再確認できました。燃費の方はカムロードベースもハイエースベースもそんなに良くなくて両方1リッターあたり7キロから8キロ走る感じでした。自分の方はディーゼルエンジンなんで価格が安い分コストパフォーマンスは良くなります。そしてパワーっていうんですかねトルクもディーゼルエンジンの方が全然ありますんで街乗りはあまりアクセス踏まずに進む感じでした。今回 DD はガソリンエンジンだったんでディーゼルエンジンのハイエースベースキャンピングカーも一度乗ってみたいもんですね。それではこの DD で車中泊してみて感じたこと具体的にお伝えします。ではまず走行面で良かったところをお伝えします。まずはもう一番感じたのはこの直進安定性の良さですね。ハイエースベースが10とするとカムロードは5ぐらいでした。もう倍ぐらい直進安定性が違いました。昨日実は少しだけ高速道路に乗って100キロ巡航しました。直前までカムロード乗っていたのでその安定性に驚きました。なんかもうハンドルこう持ってたら全然動かなくてどっしりしてるんですよね。でまっすぐ走ってくれます。でカムロードの場合は結構動きやすいっていうんですかね動きます。でちょっと曲げるとすぐクイックに曲がる感じです。ただカムロードも速度を落とせば結構安定します。だいたい70キロぐらいで走ってる感じがこのハイエースの100キロぐらいと同じぐらいの安定性でした。やっぱりこのホイールベースって大事なんですね。この前輪と後輪のタイヤの幅がホイールベースです。これが長いほど直進安定性が増します。ちょっと実際に測ってみますね。このタイヤホイールの真ん中あたりと後ろです。だいたい310センチですね。そしてカムロード側ですね。ここもホイール真ん中ぐらいにします。で前輪のホイール真ん中ぐらいが255センチです。310センチと255センチなんで結構ホイールベース違いますね。次良かったのはこのロール傾きですね。コーナリング時これがすごい少なかったです。カムロードが10傾くとすればこのハイエースベースのキャンピングカーは5ぐらいの傾きでした。これなら山道などの旅も快適に走行できると思います。今回体験できなかったんですけど風の煽りも強そうです。所有している田部さんに聞くと風の煽りもほとんど受けないとおっしゃっていました。走行面では本当に理想のキャンピングカーですね。でメリット3つ目これ走行というか中になるんですけどハイエースはここ後部座席の上ら辺にリアクーラーがあるんですよね。でしかも強力に風が出ます。なので走行中は後ろも快適に過ごすことができます。カムロードはリアクーラーがないので後ろを冷やすならこの家庭用エアコンなどをつけないといけません。なので走行充電でサブバッテリーの容量が増えません。3人以上後ろも座って旅するならリアクーラーはもう絶対あった方がいいですよね。一人旅でもリアクーラーつけていたら車中スポットについてすぐに車内が冷えた状態で過ごせるので快適、しかもサブバッテリーの負担も減るのでいいこと尽くしです。一方走行でのデメリットなんですけど唯一あったのがこの小回りの利かなさですね。直前までカムロードで駐車していたんでもうその差が顕著に出ました。ここ曲がれるかなってとこがやっぱりハイエースベースだと曲がれなかったりします。街中のコインパーキングなど車がひしめき合っているところでの駐車はかなり運転技術が必要だなと思いました。これも走行中というか駐車の時なんですけどこんな感じで結構前が出ちゃうんですよね。でこれは今渡目まで下がってないんですけどやっぱり5メーターオーバーしてるんでその分出ちゃいます。全長が5380なんで38センチ前出る感じですね。なんで前に何もないところだったら問題ないかなと思います。この駐車する前が狭い道路だったらちょっと気を使うかなという感じですね。次内装で気になった箇所なんですけどまず1つ目バンクの収納です。バンクベッドは少人数の場合ベッドで使うより収納で使う方が多いと思うんですけどこれ収納で使うときにこう展開して奥に入れるんですけどまず手がこのままだったら届きません。なのでソファーの上から取ることになるんですけどこの距離がね結構あるんで奥に手が届きにくい感じです。これ女性の場合だったら結構しんどいかなと思います。でなおかつこんな感じでパタンって出すタイプになりますんで
この空間は物が置けません。ベッドとして使う分にはかなりいいと思うんですけど、収納として使う分には少し DIY が必要かなと思いました。もうこの板ない方がいいですね。でここだけなんか落ちないように一つあればいいかなと思いました。で実際にここ入ってみないと分からなかったんですけど、このバンクベッドのここがですね結構後ろまで出っ張っています。なのでもうこの辺は結構暗かったですね。ベッド照明が必要になるかなと思います。逆に暗い方が落ち着く方はこっちに座るのがいいかなと思いました。次気になったのは料理時の空調です。ここレンジフードがないんで、調理するときはここの台かでこっち側のテーブルかになるんですけど、でこの真ん中にあるマックスファンを回します。そうするとここの窓を開けるとこんな感じで空気が流れていきますんで、もう結構空気変わっちゃうんですよね。今日みたいな暑い日はエアコンかけていても暑かったです。なんかこの辺にレンジフードがあって、ここから空気取り込むみたいな感じの最小限の空気の流れだったらそんなに車内暑くならないと思います。なので夏場クーラーつけながら料理するときは車内温度上がりますんで、エアコンのバッテリー消費も激しくなります。次気になった部分は装備です。全部一回り小さくなりました。これカムロードと比較してなんですけど、やっぱりハイエースベースなんでこのカーブですね、ボディの R があります。カムロードの場合は箱なんでも直角なんですよね。なので空間がかなり広く使えます。外のサイズが同じなんですけど、改めてそのカムロードの広さを逆に実感しました。なので自分のキャンピングカーと比べても冷蔵庫が一回りちっちゃかったり、マルチルームもコンパクトだったり、このダイネットスペースのこっちの横幅ですね、ここも少し狭く感じました。ただこちらのモデルはリアがダブルベッドサイズなんで、普通のシングルベッドのレイアウトがあればマルチルームやダイネットスペースも広くなるかもしれません。以上が感じたデメリットというか、ちょっといまいちだなと思った点なんですけど、デメリットまでいかないんですけど、ちょっと番外編として一つお伝えします。このハイエースの売りの反転椅子ですね、この助手席とか運転席を反転してこっち側向きに座る方法なんですけど、これ自分すごい気になっていました。今回実際にやってみて感じたことなんですけど、少し手間がかかるんで自分のキャンピングカーだったらもうほとんど使用しないかなと思います。というのもこの椅子倒すレバーがこっちじゃないんですよね。こっちなんで結構遠いです。こっからも無理ですね。で運転席側もこっちじゃなくて向こうなんで結構遠いです。これが内側にあれば結構変わっていたかもしれません。なおかつこのレールシートポジションを一番前にしないといけません。これがねちょっと自分は抵抗ありました。というのもすぐに移動したりとか翌朝移動するときですね、毎回またポジションを確認しないといけません。なので一人旅の時は助手席だけこっち側向けるのはありかなと思いました。やっぱりデュカテのようなくるっと反転してすぐこっち側向きに座れる反転椅子は憧れですね。次内装で良かったのが断熱です。バンコンなんですけど ARP の部分ですね、天井とか多いのでクーラーもしっかり効きました。今回外気温が35度を超えていましたが車内は快適でした。走行性能と断熱性能両立しているのすごいですね。もうこの壁とかですね、この辺も結構分厚いです。多分断熱材入ってると思います。バンコンなんですけどキャブコンのような断熱性でした。そして収納がめちゃくちゃ多かったです。これはメリットですね。まずはこの広大なスペースのバンク収納ですね。そしてダイニングスペース上にも収納ありました。これ結構使い勝手良かったですね。よくキャブコンとかはこのドアを開けるタイプなんですけど、これもそのまま取れますんで、なんか自分こっちの方が使い勝手いいなと思いました。で反対側もここに収納があります。でここ何もないスペースなんですけど、ここはバンクの板が来ますんで何も置けません。でギャレーの上も電子レンジの上とか横ですね、ここも収納があります。でマルチルームも収納なんですけど、一番大きいのがこのベッド下ですね。ここはもうかなり広大なスペースがあります。車中アイテムやキャンプ用品など何でもこんなが放り込めます。で後ろドア開きますんで外からの出し入れも容易です。あとリアベッドの上もここも収納ですね。でクーラーの前も小スペースですが収納があります。軽トラカスタムガイド、これにあと旅江さん載ってるんですね。すごいですね。旅する家の物語、軽トラの方の DIY キャンピングカーで乗っています。以上が感じたことでした。今回1泊2日、しかも途中で中止になったのでまだまだわからないことが多いですが体験できてよかったです。もしこの DD のキャンピングカーが横幅2メーター長さ5メーター以下に収まるようなサイズで作ってくれたら街乗りもできるし長距離も行ける最高の1台になりますね。そんなキャンピングカーが生まれたら乗り換えたいぐらいです。ぜひどこかのビルダーさん開発お願いします。もしくはカムロードのようなトラックベースのキャンピングカーでこのホイールベースがもっと長いキャンピングカーですね、そういうのがあれば直進安定性も上がるんでかなりいいですよね。レガートというカムロードベースキャンピングカーがあるんですけど、そちらはなんと車体を切って伸ばしてホイールベースを伸ばしています。やっぱり安定性いいんですかね。今度一度乗ってみたいもんです。
そして今回カトモーター DD 貸してくれた旅江さん、ありがとうございました。旅江さんは今すぐ横の温泉入りに来ました。この後ご飯一緒に行ってジルでの車中泊どうだったのか聞いてみたいと思います。自分のキャンピングカーに他の人が泊まってその評価を聞ける機会なかなかないと思いますので楽しみです。そして帰りなんですけど、このハイエースベースのキャンピングカーの運転に慣れた状態で再度カムロードのジル520で高速道路に乗って違いを再確認したいです。特に直進安定性ですね。カムロードでも100キロ出してみて高速道路でのふらつきまっすぐ走行できるのか、この今のハイエースの感覚があるうちに確かめます。またそちらも動画撮影してお伝えしますね。このカーステイでお世話になった宿泊施設のフードで食べます。カーステイのお客さんはこのなんとドリンクですね、こちらが無料でいただけます。ちょっと今回利用しなかったんですけど次回は利用したいと思います。でなんと旅江さんがこの和牛ステーキランチおごってくれるということなんで、ちょっとお言葉に甘えてすいません、いただきます。無料のやっちゃいました。やっちゃった。やりすぎですね。はい。これやりすぎですよ。これ旅江さんのやつですね。うわ、めっちゃ美味しそうですね。すいません、じゃあいただきます。すいません、旅江さんごちそうさまでした。ありがとうございました。旅江さん DD に乗って帰りました。はい、それでは自分も安全運転で出発します。ここからすぐ高速道路に入ります。で入った瞬間にもう100キロ区間なんで100キロ巡航してみます。はい、今追い越し車線に入りました。現在95キロぐらいですね。で追い越していっています。で今100キロになりました。でまた走行車線に戻って100キロで巡航してみます。やっぱりですね、先ほどまでハイエースベースのキャンピングカーに乗っていたんで直進安定性の違いをすごく感じます。今も100キロ区間が終わったんで速度を落としていってます。やっぱりキャブコンは80キロ巡航が一番安定しますね。100キロも出せなくはないんですけど、ちょっと宙に浮いてる感じっていうんですかね。何か風とか受けた時にすぐに曲がってしまうようなそんな印象がありました。なんかですね、ハイエースをずっと乗っていて改めてキャンピングカーに乗るとこのステアリングハンドルをしっかりずっと持っておかないといけないという感じがすごく強く感じました。ふとした瞬間にふらつくっていうんですかね、曲がる感じがありますんで、その時にすぐに修正打を打たないとまっすぐ走らない感じがします。なので一瞬も気が抜けない、そんな感じがします。こうやって乗り比べるとこんなにも車の特性って違うもんなんですね。カムロードベースよりハイエースベースの方が走行面では1枚いや2枚3枚ぐらい上手な感じがします。もうカムロードはやっぱり80キロでゆっくり走行、座席も高いので景色も楽しみながら旅の目的地に向かうのがいいかなと思いました。はい、今サービスエリアで休憩しています。車内はやっぱりキャブコン広いですね。 1.5 倍までは言わないんですけどそれに近いぐらい広い印象です。同じ車のサイズなんですけどね、マジックのようです。旅江さんも先ほど話していて同じようなことをおっしゃってました。本当キャンピングカー一長一短ありますね。ハイエースの走行性能、キャブコンの車内空間、なんでいいとこ取りのキャンピングカーってないんでしょうか。まだハイエースのキャブコン乗ったことないので、もしかしたらそのキャンピングカーが両立しているかもしれません。もしくはカムロードのホイールベースを延長したレガードですね。こちらもまた機会あったら動画にしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。